コーヒー発祥の地エチオピア。コーヒーの儀式とは？クレープの上にカラフルな食材は一体何？壺のような鍋の蒸し料理。ごちゃ混ぜのエジプトの国民食は最高。地球の国全部行く。アフリカは広大で54カ国もありますが、内戦をしている国、治安が非常に悪い国も多く、旅行できる国は限られています。私は今までアフリカ13カ国を訪問しており、アフリカのその国にしかない独特な料理、食文化に触れ感動しました。死ぬまでにぜひ現地で食べてほしい激うまのアフリカ B 級グルメ4選をお伝えします。まずはアフリカ東部のエチオピアから。エチオピアはアフリカ54カ国中唯一植民地にならなかった国。聖書にも書かれる敬虔なカトリックの国で、世界で唯一という文化がいくつもあります。その一つ、エチオピア暦は1年が13ヶ月あり、9月11日が元旦です。また朝6時を0時とするので、朝9時が3時となり、非常にわかりにくいです。さらにコーヒーはエチオピア発祥です。エチオピアからコーヒーが伝わっていったというのはすごいですね。エチオピアの首都アジスアベバにある老舗コーヒー焙煎専門店トモカコーヒーにやってきました。今にも潰れそうな古いビルの1階にある古い立ち飲みカフェ。奥にあるのはエチオピアの国のシンボルであるライオンとカフェの頭文字の K のマークを組み合わせたもの。かっこいいですね。コーヒー1杯12エチオピアブルなので50円くらいですね。レジでコーヒーの黄色いチケットをもらい、コーヒーマシーンに持っていくとエスプレッソを作ってくれます。コーヒー発祥の地で飲む濃厚で渋みが強いエスプレッソは最高。生活感があり生き生きしていていい感じ。地元の人たちと楽しくコーヒーを飲みました。エチオピアのコーヒー文化は独特で、コーヒーを飲むことを儀式化したコーヒーセレモニーという文化、作法があります。エチオピアではカリオモンといい、未婚の女性が執り行うもので、作法の一つとなっています。エチオピア旅行中にコーヒーセレモニーを何度も見かけました。実際に見てみましょう。ここは世界遺産の町ゴンダールにある地元のカフェです。まずコーヒーセレモニーは驚くことにコーヒーの生豆を煎るところから始めます。炭火でコーヒー豆を煎るといい香りがしてきます。お客に香りを嗅いでもらうというのも儀式の一つです。コーヒーセレモニーに必須なのが下に敷く青草ケテマです。早朝に街中に行くとケテマのみを専門に扱う業者さんがいて、コーヒーセレモニーはエチオピアの生活に密着していることが分かりました。豆を冷ましている間に炭火でトウモロコシを焼いてお客に振る舞います。ポップコーンを振る舞うこともあります。焙煎した豆をすりつぶします。お湯を沸かしてコーヒーを入れて完成。コーヒーをお願いしてから出来上がって飲むまでに30分以上待ちました。炭火で煎ったコーヒーは最高の味でした。正式には3杯飲むので2時間ぐらいかかるのだそうです。ちなみにこの店のすぐ近くにあるダブラブラハンセラシエ教会の天井画は最高でした。可愛らしい天使がたくさん描かれています。エチオピアの天使は色黒でアフロヘアの天使たち、とっても可愛いです。カフェにいた3歳ぐらいの男の子と一緒に写真を撮りました。天井画の天使ちゃんにそっくり。エチオピアの子供たちをモデルにして天井画を描いたのでしょうね。私はコーヒーセレモニーにハマってしまい、エチオピア各地でコーヒーセレモニーをお願いしました。こちらは世界遺産ラ・リベラの食堂でのコーヒーセレモニー。コーヒーの生豆を炭火で煎って、このように棒で叩いて潰していきます。最後にお湯を入れて完成。濃いめのコーヒー最高です。他にも野外でのコーヒーセレモニーや空港の待合室でのコーヒーセレモニーは土産も売っていました。こちらはゴンダールのレストランフォーシスターズ内のコーヒーセレモニー。ろうそくのライトアップがいい感じです。首都アジスアベバにあるダンスショーを楽しめる大型レストランヨドアビシニアでは大量のカップを並べてのコーヒーセレモニーで圧巻でした。次にもう一つ、エチオピアの主食インジェラを紹介します。イネ科の穀物テフの粉を水で溶き、約3日間発酵させて生地として、これを巨大な鉄板で薄いクレープのように片面だけを焼き上げるとインジェラの出来上がり。このインジェラが正直言ってまずい。
見た目は灰色でまるで雑巾のようです。発酵させているので味は酸っぱくて酸味以外の味がしない、本当に雑巾を食べているかのようです。エチオピア旅行中に何度もインジェラを食べたのでいくつか紹介します。首都アディスアベバから飛行機に乗り、世界遺産の町ラ・リベラにやってきました。こちらは世界遺産ラ・リベラの岩窟教会群の一つ、聖ギオルギス教会です。これなんと岩を掘り下げて作った教会なんです。12世紀に作られた高さ12メートル、奥行き幅も12メートルの教会。もう一度言いますが、建てたのではなく岩を掘って作った彫刻の教会なんです。上から見ると十字架の形がよくわかります。別名ノアの箱舟。数十年かけて作り上げた彫刻の教会は圧巻です。下から見上げるとこんな感じ。岩を掘ったとは思えません。中に入ると祭壇があり、馬にまたがる聖ギオルギスの絵画がありました。やっぱりアフロヘアですね。全部で12の岩窟教会がありますが、この聖ギオルギス教会が最も精巧な作りで素晴らしかったです。ラ・リベラは山間の小さな村で、住民は貧しいですがいつも笑顔で素晴らしい人たちばかりでした。この子供たちはお金をくださいとは言わず、Give me a pen、ペンをくださいというので驚きました。数学の本を抱えていますね。勉強をしたいからペンをちょうだいとは感動しました。小さな村なので日本人が珍しいようで、写真撮ろうよと言われて一緒に写真を撮りました。俺たちのことを忘れないでよと言われて撮った1枚。大丈夫、忘れてないよ。さて、お腹が空いたので食堂でインジェラを食べました。インジェラは主食なのでおかずを乗せて食べます。ワットという野菜と唐辛子を煮込んだシチューを乗せます。数種類のワットを乗せるとこのように絵の具のパレットのようで非常に綺麗ですね。インジェラをちぎってワットをつけて食べます。インジェラは酸っぱいですがワットが美味しいのでなかなかの味です。他の店でもこのように数種類のカラフルなワットを乗せて食べました。見た目が綺麗ですね。現地エチオピア人が大好きなのは白と呼ばれる豆の煮込みとインジェラです。このように豆の煮込み白をたっぷりとインジェラに乗せてインジェラをちぎって食べます。どの店でもエチオピア人は白を食べてましたね。他にもパスタを乗せたり肉を乗せたりとインジェラは何にでも合います。一番美味しかったのはこれ、泥ワットです。刻んだ玉ねぎをじっくりと炒めてから香辛料と一緒にコトコト煮込み、鶏肉を加えたもの。必ずゆで卵が入っています。これをインジェラにかけて食べると激うま。エチオピアの高級料理です。エチオピアのビールはトレードマークのアフロの顔がとっても可愛かったです。インジェラ自体は酸っぱくてあんまりですが、おかずと組み合わせて食べるとなかなか美味しかったです。機会があったらインジェラぜひ食べてみてください。お次はアフリカの北西に位置するモロッコです。北にはジブラルタル海峡を挟んでスペイン、東にはサハラ砂漠が広がるイスラム教の国。モロッコといえばなんといってもタジン鍋。日本でも一時期流行りましたね。タジン鍋とは独特な円錐形の蓋がある土鍋のことで、この鍋で作る料理のことをタジンと呼びます。水を使わず弱火でじっくり野菜などから出る水分で蒸すモロッコ独自の煮込み料理です。水が貴重な砂漠地方ならではの調理方法ですね。水なしなのでビタミンは溶けず、油もあまり使わないのでとってもヘルシーな料理です。野菜も肉もホロホロの柔らかい状態となり、特有の香辛料と出汁や旨味が相まって柔らかくてジューシーな深い味わいです。1000年以上前に建てられた世界最大の迷宮都市フェズは以前の首都で、日本で言えば京都といった感じ。迷宮のようなメディナが世界遺産に登録されております。なめし川染色の職人街タンネリショアラでは数百年前と同じ手作業で革を染めています。巨大な屋外工房で赤や黄色の鮮やかな色のコントラストは圧巻。ずっと見ていても飽きません。イスラム教の市場スークを歩くと1000年続く庶民の生活感を感じることができて感動。路地裏の食堂に入り、ジュージュー焼かれるラム肉とひよこ豆、その他ローカルフードが最高でした。夜には地元民の食堂で長い唐辛子入りのタジンを食べました。じゃがいも、豆、トマトも柔らかくうまかった。
フェズから西に 60km のところにあるムーレイ・イドレスにやってきました。今でもモロッコ人たちに崇められる聖者ムーレイの霊廟がある丘の上の町で、敬虔なイスラム教徒が集う聖者の町です。商店の通りを歩くと早速タジン鍋の店を発見。炭火でじっくり調理していて美味しそうです。地元民の店なのでタジン一つ30ディルハム約500円と格安です。見てください。美味しそうでしょう。じゃがいも、ズッキーニ、人参、トマト、グリーンピースなどが香辛料で黄色がかっていて柔らかくて激うまです。内部に魚があってこれも柔らかくてうまい。モロッコのパン、ホブズと一緒にタジンを食べると最高です。食後のミントティーはさっぱりして落ち着きます。その後は地元の方たちとサッカー観戦。モロッコはサッカーが強く、国民みんなサッカーが大好きです。次の日、世界遺産の古都メクネスに到着。巨大で美しいマンスール門に圧倒されました。こちらは城内にあるムーレイ・イスマイル廟の内部の様子。イスラム芸術の特色でもある幾何学模様は本当に美しいです。城壁沿いには野外市場があり、大量のタジン鍋が売られていました。美しい模様が描かれているタジン鍋は土産用またはレストランで使われます。近くの屋台でクスクスを食べました。粒状の小麦を蒸した料理で世界一小さいパスタと呼ばれています。香辛料で調理した野菜はタジンっぽいですね。モロッコ料理は何でもうまいです。メクネスから南に 600km、バスで6時間でエッサウィラに到着です。芸術家を魅了する港町エッサウィラはシーフード料理の店がたくさんあります。エビ、ウニ、白身魚のグリルを堪能。値段を確認してから食べたのにぼったくられてがっかり。こういう時一人だと落ち込みます。気を取り直して旧市街を散策し、紅茶を飲んで落ち着きました。城壁に囲まれた町エッサウィラの旧市街メディナは雰囲気がありますね。夕方またタジンを食べました。やっぱりタジンは最高。オリーブが入ってますね。じゃがいももうまい。海の町なので魚のタジン最高です。モロッコのハイライトマラケシュに到着です。旧市街メディナの中心ジャマエル船広場は昔は公開処刑場だったところで巨大な広場。朝から夜中まで大にぎわいです。蛇使いのショーは怪しげな笛の演奏とともにたくさんの種類の蛇を見ることができます。チップを払うと蛇を首に巻いて一緒に写真を撮ることができました。手作り感たっぷりの昔ながらのゲームは大人にも人気。アルガンオイルを売っている露店のおじさんに呼び止められミントティーをごちそうになりました。4回ぐらい何度も急須に入れ直して味を濃くしていきます。このおじさんの優しい笑顔に癒されました。屋台ではバーベキューやひき肉をパンで挟んで食べたり、もちろんタジンもうまかった。夜になるとジャマエル船広場は店も増えてさらに盛り上がります。カフェの屋上から撮るとこんな感じ。カオスの雰囲気がわかると思います。羊の脳みその煮込み、ラム肉と一緒に煮込んだ脳みそは濃厚で絶品。カタツムリの煮込み専門店。気になったので食べてみましたが味はあんまりでした。大行列のフルーツジュースは1杯50円でめちゃうま。小綺麗な格安の宿に泊まり、朝はタジンを作ってもらいました。じゃがいもの奥に大きめのチキンがあって柔らかくてめちゃうまでした。マラケシュの市場スークは世界最大と言われていて1000以上の店舗があるようです。通りによって食材、革製品などと分かれていますが迷路のようで迷ってしまいます。ただ歩きながら店を眺めているだけでも楽しいですよ。活気のあるマラケシュにぜひ一度は行ってみてください。モロッコ最後はカサブランカ。人口400万人の商業都市です。こちらは1993年完成。モロッコ最大、世界では7番目に大きいハッサン2世モスク。高さ200メートルのミナレットは世界一の高さ。中に入ると驚きました。55個のシャンデリア、白大理石の支柱、ソーラーシステムを使った床暖房など豪華で美しすぎる内装に圧巻。ハッサン2世モスクは海に面しており、子供たちが女装して海に飛び込んでいました。夜は映画カサブランカの舞台になったリックスカフェに行きました。映画の主題歌 As Time Goes By が
ライブ演奏され、映画も常時放送されて雰囲気抜群でした。近くのレストランで最後のタジンを食べて最高。やっぱりタジンは現地モロッコで食べるに限ります。最後に飲んだジンジャーティーは疲れが取れて最高でした。エジプトのソウルフード、コシャリをご存知ですか？コシャリとはエジプト語で混ぜ合わすという意味。米、ショートマカロニ、スパゲッティ、バーミセリ、レンズ豆、ひよこ豆をベースにトマトソースを乗せ、好みで酸味ソースのダッアと辛味ソースのシャッタをかけながら混ぜて食べるエジプトの国民食です。1杯約100円と激安なのも魅力です。これが本当にもうめちゃくちゃうまい。初めて食べた時の感動を今でも覚えています。2007年2週間かけてエジプトを縦断したのですが、私はコシャリにハマってしまい、毎日コシャリを食べていました。コシャリの調理方法は、ご飯はクミンなどのスパイスで炊き、トマトソースはスパイスで香り付けしたトマトと飴色になるまで炒めた玉ねぎで味付け、カリカリのフライドオニオンは玉ねぎを揚げた後、さらに1週間ほど天日干しで干して熟成します。これらを混ぜると最高の組み合わせとなります。ご飯の炊き方、パスタの茹で方、トマトソースの作り方が店によって異なります。エジプトの各都市でコシャリを食べたので紹介していきます。首都カイロの人気店アブーターレクはチェーン展開していて、どの店も毎日行列ができています。メニューはコシャリのみ、普通か大盛りかを選ぶだけです。こちらはコシャリの普通盛り、トマトソースは別になっています。これをドバッとかけて、そしてこんな感じで全部をごちゃ混ぜに混ぜます。一口食べると、うまい。これはうまい。いろいろなスパイス、調味料が含まれていて、一言では表現できませんが、止まらないうまさです。さらに、レモン、テーブルにある酸味ソース、辛味ソースを加えて、味を変えながら食べると、さらにうまいです。やはりピラミッドは外せません。高さ137メートル。クフ王のピラミッドは圧巻。ラクダは右前、右後ろ足を同時に前に出し、左も同様に前と後ろの足を出して歩くので、かなり揺れます。揺れるけどラクダの乗り心地はとても良かったです。スフィンクスは全長57メートル、高さ20メートルとかなり大きい。尻尾が長く、くるっと巻いているのが可愛らしいですね。近くにスフィンクスのような猫もいました。近くの食堂でコシャリを食べました。この店のコシャリもうまかった。夜行列車でカイロから南に 650km 行くとファラオたちが眠る町ルクソールに到着です。まずは食堂でコシャリ。シンプルでうまい。ルクソールの王家の谷には歴代ファラオたちの墓があります。特に素晴らしかったのはツタンカーメンの墓ですが、有名な仮面は現在カイロの国立博物館にあります。こちらはラムセス6世の墓内部のレリーフ。古代エジプトの世界観が描かれていて圧巻です。ハトシェプスト女王総裁殿。内部の壁画が美しいです。王家の谷にいた子供たち、みんないい顔してます。カルナック神殿。エジプトでも最大級の遺跡です。夜のライトアップが最高。朝食はやっぱりコシャリ。どの店も具材や味付けが結構違います。この店のコシャリもうまい。ルクソールの子供たちに写真を撮ってとせがまれました。デジカメの液晶画面を見せるとみんな大喜び。みんなとっても可愛いですね。この他にもアフリカ B 級グルメはあるのですが、今回はここまで。アフリカ独特の食文化 B 級グルメいかがでしたでしょうか。以上ご視聴ありがとうございました。